が1960年。安い時にまとめて買った航空券で、上半期の最後、また台湾へ飛んだ。先月の飛行機乗り逃し事件から1ヶ月。今回はお気持ちばかり節約気味で行こうと思います。地上に出る前にコンビニへ。どこで買っても安定の美味しさ。今回もこちら。6月下旬の台湾は初めてで、この季節、私には最大の懸念事項がある。ちょっと私はもう本当にね、怖いんですよ、地上が。ゴキブリがいないかな。怖い。怖いよ。日本でも活発になり始める黒い彼らが元気な季節です。ただいま。奇跡的に一匹も見ずにホステルへ。ジーローファンのおにぎりを食べたら、先月のジャーイーを思い出した。足早に寝床を作り、明日は早朝から行きたい場所があるので、結構早起きする。台湾の古道具に興味を持ち始めた半年前、視聴者さんからコメントで教えていただいた待望の飲みの市へ向かうため、まずは万南ラインでゾンシャオ新春へ。そこからイエローラインに乗り換える。早朝の人気のない地下鉄は新鮮で、あっという間にディンシーへ。一番出口を出てすぐのところに、ちょうどバスが待っていた。飲みの市までのこの行き方は、台湾のオールド食器のブログを書いている方のおかげで知ることができた。福地公園前のバス停で降りれば、たどり着けるみたい。YouTube もそうだけど、知りたい情報にたどり着ける今の時代は本当にありがたい。台湾のおじさんたちと一緒に、ディンシー発、魅惑の飲みの市行きのバスに揺られる。この車内からして、私のテンションは最高に上がっていました。バスに揺られること10分。福地公園の前でおじさんたちと降りる。台北から少し離れた町の突然増すローカル感が私は大好物です。こうして念願の飲みの市へやってきた。34度の炎天下。それでも熱々の丹波を求めて早朝から地元の人が集まっている。広大な飲みの市の片隅に眠る台湾の昔のかけら探しが静かに幕を開ける。ダートンのレンゲや早速エビのレンゲも。見渡す限りおじさんが多く、
日本人も若者もいない。ということは、エビコレクターなどのライバルはきっと少ないであろう。早速ここで鯉のお皿を発見。あっちが多少钱600， 600 600老东西呀、ああ这个多少钱500啊，500。やはり絵皿は安くはない。カラフルなテントの薄暗いスペースには謎の仮面や企業コラボのお茶碗も。エビくんを発見しました。かわいい。我要买 Only one? Okay. $10. 10ドル。 Yeah. 谢谢你。不客气。破格の10元で本日のエビカツに成功。謎の台湾キーホルダーに鍋、昔の宝くじ。ここには台湾の方の昔の日常が広がる。昔の日本の解毒剤の缶がありました。ちょっと欲しいけど、ひとまず考える。この小皿は後で買おうと思ったら場所を見失いました。欲しいものはその場で買った方が良さそうです。武田薬品の古い缶もありました。台湾だけでなく日本や香港の古い医薬品も見かけます。不好意思，这个多少钱8000块， ？80 円。炎天下で古道具を広げるラオバンの皆さんはくつろいでいたり、ラジオを流したり、ギターを弾いていたり、そんな光景もなんだかすごくいい。エビ皿を発見。あまり見たことのないポップな絵柄です。やっぱりエビのお皿は高いようですね。这个多少钱？卖那个的。啊，不好意思。服を広げる人、食べ物を買う人、ジュースを作る人。炎天下で繰り広げられる台湾のみの市の日常。猛暑の中、なんてエネルギッシュなんだろう。気づけば2時間も歩いているのでポカリを買う。鯉のお皿が250。かわいい。谢谢谢谢。ジャーイーで見たマジョリカタイルがありました。1枚1200元から3000元。日本円6000円から1万5000円くらいです。这是一件的。这里有个吹麦克，拿钩样，拿钩样，でしょ。
ああ。一般ラオバンがタイルの裏の刻印と製造地域や年代を丁寧に教えてくださいました。这个，ああ。フルーツのタイルを発見。这个嗯，没有名字。全部100年前。偽物じゃなくて、新しいものじゃなくて、はい。本物です。ラオバンが流してくれた昔の日本歌謡を聴きつつ、タイルを買うか悩む。恋のお皿も気になります。这是日本以前。隣の店。不好意思。我要。你要这个？ 200。200就好。なんと250元なのに50元も負けてくださいました。30年。30年。谢谢。これは嬉しすぎる。タイルは数ヶ月節約生活の後、また見に来ますね。かわいい筒を発見。不好意思，这个多少钱280。？200。卖250。250。这是台湾的。中国当然。中国。OK，谢谢。昔の中国雑貨も混ざっているようです。これは農本。ブルーシートで区切られた理髪店が生活感を醸し出す。地元の人が列を作る飲みの市飯。食器を多く扱うお店が。大きめのエビ皿がありました。这个多少钱？500。500。やはり500元から600元くらいのようです。恋のレンゲです。这个多少钱？200。？200。これもまた買えばよかった。这个多少钱50。？50。これはジャーイーの宿、アンティークで売っていたお皿です。50。50。1960の。あ、実施？OK。ラオバンが食器の年代を教えてくださいました。包条尊亲。谢谢。どうやらこの食器は1960年代のもののようです。这是日本以前。这是。1960年。これは消えるのか。这个多少钱？300。300。絵柄のあるお茶碗なども価値があるのかな。这个我要50。20。Thank you。谢谢。今思うと買えばよかったと思うものがたくさんあります。古着も売っていていろいろ見たいけど、さすがに熱中症になりそう。タンバオのお店で
朝ごはんをいただくことに。メニューはこんな感じ。34度の炎天下にタンバオの湯気が加わり、最高に蒸し暑い。スープ多めの大きめの小籠包。扇風機が当たる位置に移動し、地元のおじさんたちと相席で食べる飲みの市飯。こういう時間が本当に楽しい。この暑さの中であっという間にごちそうさまでした。橋の下ではこの暑さにもかかわらず地元の人が踊る。名残惜しいけど次の目的地へ。暑い。汗がやばい。そして重たい。帰りも降りた場所と同じバス停で乗ることができる。この炎天下で30分待つのは厳しい。ポカリがお湯になってます。暑い。このバスは無料だけど背に腹は変えられず、ウーバーを使うことに。乗り込んだウーバーの天井からも太陽が追いかけてくる。ディンシーの駅から台北駅で荷物を取り出し、バンナンラインで4人へ向かう。2番出口付近から出るバスに乗り、今日はこれから行きたい街があった。これから行く街にも興味があるけれど、今日お世話になる宿のオーナーさんに私はとても会いたかった。